こんにちは。How to Walk Japan です。今日は欧州の三名湯と言われる飯坂温泉を目指します。岩手から車を飛ばして3時間、そろそろお腹が空いてきました。ついてんな。あ、そこにフラミンゴいるじゃん、ほら。うわ、すごい。ちょっと見てっていい？ここはシーフードレストランですが、なぜか生きたフラミンゴがいます。メヒコという名前は創業者がメキシコのようなエロ気なレストランを作りたいという思いで命名されたそうです。オーナーがメキシコでフラミンゴを見て感動したことがきっかけでこのようになり、50年以上も愛され続けるレストランになりました。以来、メヒコはカニピラフを歩んできました。そんなに有名なの？メヒコの代名詞ともいえるカニピラフ。カニの身がたっぷりと乗ったピラフで、カニのうまみがしっかりと染み込んでいます。お、ちゃんとハモってる。俺のなんか超豪華だね。50年続くだけあってお味も抜群でした。魚介の味が濃くて美味しかったです。所用があって須賀川に向かってます。須賀川で用事を済ませ空港を見に行きます。今回は購入したい地元グルメがあるので探しに行ってみます。おーい、かっこいい。ウルトラマンの生みの親、円谷英二さんの出身はここ福島です。ウルトラマンいないね。須賀川周辺には円谷英二さんに関する展示がところどころにあります。お目当てのお土産はありませんでしたが、代わりに大好きな銘柄の日本酒を見つけました。フルーティーな酒ですが、高アルコールなので口に含んだ瞬間にブワッと香りが広がります。おすすめです。須賀川周辺にはこんなところもありました。ほとんど気がつかず通り過ぎてしまいそうな場所にひっそりとありました。6世紀から7世紀に築かれたと考えられ、地元の豪族の墓とされています。東北にはこういう不思議な場所がまだあります。また見つけたら報告します。飯坂温泉に着く頃には日が暮れてしまいました。須賀川でゆっくり進みましたね。飯坂に到着すると宿のご主人が駐車場まで迎えに来てくれました。そんなにあるんだ。飯坂ってもともと100軒あるんですよ、飲食店。夜の街です。あ、そうそうなんだ。なんですか。もう餃子屋も1、2、3みたいな。あ、なんか餃子会だったな。焼き鳥ラーメン屋もあるし。あ前お祭り来た時にね、お店見つけられなくて、そうそうそう。スナックみたいなあ、ところスナックもいっぱいあるし、あやっぱりねスナックもあるし、3、4箇所あるし。スナック結構面白かったよな。うん。見てここ登ると、まっすぐ行くとバーがあるし、スへナえ。ックで左に曲がると照井の餃子っていう、一番有名な餃子屋さんがあ、そうなんだ。奥にでんでんっていう串揚げ焼き鳥餃子も美味しいです。あら中華屋やってるしね、行きたいな。いっぱいありすぎてどこに。寿司屋も2軒あるし、あらで意外にいっぱいあるんですよ。いいね。ここは食事なしのお客さんも今日半分いて、はいずっと食べに行ってる。へえ。お弁当放棄しようか。お邪魔します。飲食店これだけ。あこれだ、け本当だ。堀江屋旅館は飯坂温泉発祥の地に位置し、有名な共同浴場沢子湯の隣という好立地です。飯坂温泉は約1200年の歴史を持つ名湯として知られ、松尾芭蕉が奥の細道で訪れたことでも有名です。
堀江屋旅館もこうした歴史ある温泉文化の中で長く地元の人々や観光客に親しまれてきました。レトロな外観も素敵ですが、家庭的な雰囲気がとっても気に入りました。こちらが大きいお風呂で、こちらが小さいお風呂です。はい一応男用台がないので、完全貸し切りなんです。あ電気をつけて、鍵を終わったら電気を消して、この状態にして。開いてたら入ってる。はい。なるほどなるほど。それと、ここを開けると、湯気がこうわーっとくるので、たまにこれ開けっぱなしにする人がいるんですけど、閉めないとあびちゃびちゃになっちゃうんです。はいダメですはいで、52度でずっと出てます。ひたすら。で、52度で出ても、うん砂漠のうち一緒のお湯なので、うん大体43ぐらいで落ち着きます。あだからサンドイッチマンいいなお風呂でやります。あ本当だ。撮影します。で、こっちはちっちゃい。こじんまりとしてるので、同じ52度ですけど、でもこっちはちっちゃい分熱くなる。暑いですよ。46度。あ結構きついですね。僕でもうちょっと暑くてもいいかなっていうか。かっこいい。新潟の人ってみんなそうなんですよ。そうなんだ。でも暑いですよ。暑いですよね。これ砂漠に。で、ここに多分今車止まってるんですけど、こんなのにたくさんあるんですが、隣が今一番ぬるいと言われてる52度で、大体湯船が46、7度。で、大門が70度。60度。で、これ加水してます。砂漠以外みんな加水しないと入れない。面白いな。よいしょ。ここ天井低いんじゃないですか。はい。東の人接そんな生産がないんで大丈夫だと思う。165あったらぶつかります。あ、本当だ。こんな低い。ちょうどちょっと当たるぐらいだ。結構朝寝ぼけてですけど。突き当たりお手洗い。はい。いいですかね。荷物置いて。広い。純和風のお部屋は二間続きでとっても広々、館内の景色も重厚で歴史を感じさせます。でも重苦しい雰囲気ではなく、田舎の親戚の家に来たような安心感があります。この鏡がまたなんか古いで。いい匂い。ね、なんかいい匂いする。チェックインが遅くなったので、我々は夕食なしのプラン。他の部屋のいい匂いがたまりません。弁当を買ってきましたが、さっきのご主人の話とタシスの匂いにたまらず美食を求め外へ外出します。せっかくなので隣のサバコ湯もいただいていきましょう。最初お風呂。お風呂の準備してきてな。あ、そう。よく見たら明日は定休日なので、やはり今のうちに入浴することにしました。飯坂温泉で一番古いお湯で、元禄2年1689年に飯坂を訪れた場所もこの湯に入ったと言われています。いや、信じられないぐらい暑かったわ。強烈に暑かったですが、今はポッカポカです。信じられないぐらい暑かったよね。入れないと思ったんだけどさ、子供がさ、どう入るって言ってお母さんと入ったからさ、私も入ったら10はいる書いてある。観光客も入るから、お湯をその時は43度とか何とかに設定してくださいってご協力お願いします。寝れないよね、でも。あんだけ地元の人がいっぱいいたら。俺入ってさ、うーって言ってたら、いきなり入っちゃダメだよ、あんちゃんって。こうやってかけてさとかって。そうだから、みんな入んないでずっとかけてんのかななんて思って、しばらくかけてたんだけどさ、入ってからさ。かけてさ、入ってもやっぱ暑かったけど。暑いけど、全然入れたよ。まあ、俺も入ったけど。初めでも入れないかと思った。ね。熱い風呂の後はビールでしょう。ビールといえば餃子ということで、ご主人が言ってた照井さんに向かいます。うわぁ、ここに足湯があるの。
すごいね。ここで足湯入るの？暑そうだな。あ、そう。餃子照井は円盤餃子の超有名店。数々のメディアにも取り上げられています。多めの油で焼き上げたバリッとした食感とジューシーなあんが特徴です。サイズすごく久しぶりだな、ビール。そうだね。乾杯。乾杯。温泉の後はビールかもしれない。あれなとも全然仕返しのように。正直言って人生最高の餃子でした。びっくりです。すごいな、安倍さんくんだわ。なんかこの入り口がすごいよね。この文字が昔っぽいよな。あ、いた。硬いやつだね。あ、なんか入ってる。マジでもやってんじゃないの？いつ作ってきたっけ？11分残ってきたっけ1991年の放送で。懐かしいですね。演歌の花道を見ながら今日は眠りにつきました。朝風呂をいただきます。サバコ湯みたいに熱いんでしょうか。ゆっくり入浴した後は、うわかっこいいな。朝の飯坂をブラブラします。飯坂温泉の起源は奈良時代に遡るとされ、歴史ある温泉として文献にも記されています。よいしょ。江戸時代には温泉街の中心地にサバコ湯が誕生。明治時代から昭和初期にかけて飯坂温泉は東北の湯治場としてさらに発展しました。ただ階段なんだよ。いや、どうだろう。ほら、なんかこの風情がいいなと思ってさ。ね。Google マップで見つけて気になっていた場所でした。ちゃんこちゃんこという言葉の響きも気に入って来てみました。どこに繋がってんだかわかんないんだけど。細くて長い階段は先に行くに従って左に湾曲していて先が見えません。滝の湯ちゃんこちゃんこ。江戸時代から実在していたと言われる滝の湯は昭和12年に消失してしまい、この先に跡地が石碑とともに保存されていました。ちゃんこちゃんこはここの石段を指す言葉であり、飯坂小唄の中でも歌われています。松尾芭蕉ゆかりの地だって。こっちもある。あ、そういうこと。渡し船があったのか、ここに。滝の内はどっかにあるの？もうないの？あとだからないんじゃないの？知ってる？聞いたことある。聞いたことなんかこの辺調べてる時に出てきたよ。もしかしてそれは船じゃないといけなかったの？どうだろうね。滝の湯から出てたんじゃないの、この感じだと。ああ、なるほど。ね、すごい。へえ。光るじゃん。
わあ、河原に降りてくんだ、ここから。かつては多くの人がちゃんこちゃんこの坂を下って往来し楽しんだ場所です。耳を澄ませば昔の喧騒が聞こえてきそうです。思ってたのと違うな。すごい。お待ちかね朝食です。一人分にしてはちょっと量が多いなと思われた煮物も美味しくて全部食べてしまいました。一つ一つ手抜きのない理想的な朝ごはんでした。この地方独特なんでしょうか。梅干しを砂糖でいただきます。ちょっと癖になりそうです。いいお宿でした。建物の雰囲気、温泉グルメ、そして格安な料金と満点でした。会計を済ませ出ようとしているとご主人も見送りに出てきてくれました。ちょっと気になっていた玄関横のアニメキャラについて聞いてみたところ、今これ推しなんですね。これだけで数千万ですよ。へえ。さあ確かにね、温泉どこ行ってもこういうキャラクター今置いてありますもんね。北海道からずっと行って、え花巻。え。これを集めに来たりする。これをえ現地に行かないと売ってないんですよ。これが欲しければ西表に買えないし、あこれは三笹温泉行かないと買えないし。なるほど。で、僕は行ったことないんですけど、うみんな買ってきて置いてくるんですよ。なんで置いてくんだろう。賑やかにさせて。あ、そういう。へえ。これも去年、一昨年かあな。去年もやりましたけど、あ声優さんついてるんですよ。あで、ライブやったり、あ。経済効果するんですよ。ねで、若い子がその旅行離れ温泉離れし、国がいいって言ってますけど、このコンテンツのおかげで若い子は旅行行くように全然進まなくて、これ勝手にこの会社が、エンバードって会社が勝手にキャラクター作ったんですよ。草津温泉。でもやってる温泉地がなかったのは、その作った会社が教えてくれないんですよ。どこにこのキャラがいるか。でうちらも知らなかったの、キャラいるの。でファンの子がやってくださいやってくださいって来るので、まあ、最初にうちと観光協会にパネルを置いてみたら、若い子がゾロゾロでやってくれる。へえ。じゃあこの遠く見たら秋温泉しかパネルなくて、これはもったいないと。県の部長やってたから入湯にキャラいたんで、入湯温泉にますますそこに鶴の湯さんにますますって鶴の湯すげえ説明して、で鶴の湯にパネル置いてもらって、銀山に置いてもらって、ザワに置いてもらって、いろんなとこに行って布教して、どんどん不況って言いましたね今ね。布教活動で一気に広めて。今だ結構ありますもんね、どこ行ってもね、そうだから私たちわかんないからね、そうそうここにもあるここにもある。これやったおかげでいいんですけど、温泉地同士が仲良くなりました。ああ、そうだよね。一緒に松島とか塩原のはい。温泉娘とは株式会社エンバウンドによる日本および台湾の温泉地をモチーフにした地域活性クロスメディアプロジェクト。オタクのための二次元コンテンツくらいにしか思っていませんでしたが、ご主人の話の通り若い世代に温泉文化を継承するいいアイディアなのかもしれません。私などは若い頃はハードロックが好きで有名バンドに夢中だったのを思い出します。私の親の世代には分かってもらえませんでしたが、私たちには神聖な宝物でした。それと似たようなものなのかな。この後ご主人がいよいよ旅館の秘密の部屋を公開してくれます。いいですかこれ。それでまた温泉泊まるんだ。来週、再来週ですか。別所温泉も始まるんで、この子たちがうちの販売に来て、視察に来る。すごいや、これは。ここなんだ。あ、すごい。客室？うわすごっ。これ客室なんだ。お宅に受けるように、すごい配置してます。すごい。すごい。すごいですね。
分かんなくて、なんだかさっぱり分かんないんですけど、うちらも東京に PR 活動に行ってあ飯坂温泉の関係ですかっていうのあ、飯坂って知名度ないんだなと思って、いろいろお酒したんですけど、このコンテンツに出会って、うんちょっとや騙されたと思って見てみようと思ったら、もう最初は声優ファンがドロドロやってきて、そうか、声優のファンの子が来るんだね。飯坂を盛り上げたいんで、あ150万かかったんですよ。クラウドあファンディングで。あ今日の夜話すって言ったら4時間半で終了しました。すごい。何もしなくてもああ、なるほどね。勝手に企画してくれて、あで一人電車を貸し切りにしちゃったあ、へえ。の。そこにあるヘッドマーク。あ、本当だ。あ、すごいね。市内に郵便局わあ、すげえ。ふるさとのは4万。あ。あ、参ったこれ。起きないね。うまいわ。すごい。みんなうまいわ。あ、女の子。うわ。温泉娘ってこんなになってんだ。だって本当にあるもんね、温泉にね。あと温泉地に行くきっかけになって、あ、じゃあここ行ってみようかなって。そうだよね。知らない温泉地ばっかなんで、読めなかったですもんね。読めないね。泥川温泉。あ、それは潰すやつだね。あ、潰すやつはもっとこう紐がここから出て。いや、これも潰したね。そうだね。懐かしい、ここに交渉がついてて。これは温泉娘関係ないんじゃないの？でもさ、ほら、走るほら、持つんだもん。あ、そういうことね。うん。あ、確かにそうだ。あ、みんな制服着てんだな、割とな。いろんなところでバージョン入ってるお茶屋さん。ああ、本当だ。私たちの生き様をこれが飯坂名物喧嘩祭りだ。あ、確かに。ライブの後はお待ちかね、飯坂ラーメン食べ歩きに出発だ。今日は私がおごってやるから存分に食べていけ。なるほど。ここに宿泊して観光協会で手続きをするとクリアファイルがいただけるようです。あ、もらえるんだ。宿泊者限定です。あ、そうなんだ。最近やった娘の旦那さんの影響でアニメを見始めて、天つらとかさ。あ、手伝い。僕先々週全部見ました。僕も見た。70何話あって、2週間で見ました。あれ漫画で見たの？僕アニメで見ました。ああ、じゃあ一緒だ。全部見たわ。本当？面白いと思います。ね、あれ面白いでしょ。まだ終わってないです。うん、そうそう。あの続きが出てこないの。やばいな、ハマりそうだな。今見ましたから。確かにね。ちなみに自販機温泉娘。あ、本当だ。そういう目線で見るといろいろありそうだ。ありがとうございます。荷物まず置いてくれる。面白かったね。ほら、まひろちゃんだよ。三味線店。こういうとこ開いてないんだもんな。このタバコの文字もすごく懐かしい。ね。うん。はいね。いいか。うわ、すごい。こんなのあんの？何これ、すごい。ねえ。手彫りでしょ。私の宝って書いてあるよ。すごいよ。狭いな、このラーメン屋。ここだけなんだね。いや。感じだね。それで松尾芭蕉があそこにいるんだな。その前に温泉娘。
限定の。そういうこと。今入ってもらえないの。え？あげてからです。本当だ、すごい。こんなにいっぱい。なんかクリアファイルがもらえるとかってなんかやれば。今堀切旅館の旦那さんにこう力説していただいて、ここに来たらもらえるんだよ。ありがとうございました。観光協会から出て箱湯に向かいます。飯坂には8つの共同浴場があり、湯巡りが可能です。地元の人も愛する素朴な温泉施設、飯坂のお風呂のもう一つの楽しみ方です。それぞれ特色のある共同浴場です。詳しくはホームページで確認して訪問してみてください。ぶらっと立ち寄るような気軽さでやってきた飯坂温泉でしたが、思わぬ発見もあり楽しく過ごしました。温泉娘も飯坂温泉も頑張ってほしいです。温泉地を守ろうとする地元の人の熱意、そしてそれを分かっているだろう不安な奮闘、なんか熱いものを感じました。